はい、またよろしくどうぞお願いします。見てたほら、よろしくお願いしますって私ね、広がりを感じてるの。これとっても大事だね。よく言いますね。お役に立つと広がりを感じる。あとリズムに乗るということですね。そして私が申し上げてるのは、肩で喜ぶ。また肩をよく使うということですね。これいつも申し上げてる。この前も申し上げたと思うんですけど、私は肘を上げない男なんですね。今も例えばこうすると皆さんね、肘が上げてるように見えるでしょ。実は上げてないんですね。ほら、上げてない。何をするんでも私の肘は上がってないと、こういうことかね。それで見るとわかるけど、私今もそう、胸椎から動き始めてるんですね。胸椎から。だから私がこの動くのを、これもよくやってみせますね。もう会場にいる人の中で一番の男性の力持ちみたいのにちょっと舞台出てきてもらってね、私の膝を倒すのをね、押さえてもらうんですね。でも私はある意味で軽々と反対側に押すことができる、ね、反対側にも押すことができる。要するにこうやって押さえてるのを私向こうからこっちへ押し返すことができるんですね。言葉って大事。今も押し返すと言ったでしょ。押し返してないんです、実は。こっから今こうしてるのを、こっちに両膝がいってるのをこっちへこっから持ってきてるだけなんですね。これ何やってるかというと、よくこういうことやりませんかね。野球のバットね、どんな力持ちが柄の方を持っても、球を打つ方のこっちのこうヒュッてやると抑えられないでくるっと回ってくるでしょ。あれと同じことをしてるかな。抑えられてるところどうでもいいんだよね。くるっとこういって、その時にね、大事なのがね、目的をはっきりさせるというんですね。そのね、目的をはっきりさせる時に言葉、これがとても大事なんです。私の両膝を押さえられた時に、こっちに戻せるなんて言ってないんですよ。広がりをこっから感じ始めるの。スッと私いつでも目で感じてますよね。今もそう、目で感じてます。で、広がりを感じてるだけなんですね。そうすると膝が戻ってくる。だから大男に抑えられる、力持ちに抑えられるっていう感覚じゃないんですね。私はここからこのように動いてますよということになるんですね。それでまた宿題っていうかテーマを与えられて、そのことについて話し始めるんですけどね、ロングサファリング、ケイシーの、言葉の中でね、私たちがしなきゃいけないよと言ってる。いけないよって、これまた言葉のあやですね。したらいいよ、こうしたら面白いよというのがね、優しさ言いましたね。忍耐、その次辛抱、これを訳す時に辛抱がと訳すんです、ロングサファリングは。これをね、何か悪いことが起きたからそれを直すではないかな。こういうことかな。私は人生相談をしてます。ですから皆さんの本当に悲しい、どうしようもない相談を受け止めて、その対応を申し上げる、それが仕事ですよね。その時にもどうしようもなくて悩んでる方を何とかしようとはしない。命の働き、命って知恵と慈しみの生き生きですね、した私たちみんなの
これからの体験を作る働きを本人が自分でやれるようにお話しするのが仕事ですよね。その時にやってみせる、いつでもやってみせる。何言うかというとね、例えばこりがあるとします。どっかにこりがあるとします。そうしましたらね、そのこり直すの簡単ってこう言うんです。今も言いましたね。簡単。ここから動き始めるんですね。簡単。それでこりが治る。いや本当だよ。100人が100人治るから間違いなくそうかな。それで治す方法をやってみせるんですけどね、苦しみでも悲しみでも絶望でも構わない。もちろん人間相談だからいろんなことがニッチもサッチもいきませんというのでも構わない。逆に言うとこりでも構わない。広がりを感じるんだね、私のやり方は。で相手が広がりを感じるんじゃなくて自分が広がりを感じるので、相手のがニッチもサッチもいかないとおっしゃったとしたら言葉がそう言うんですね。ご本人の言葉がそうおっしゃったとしたらニッチもサッチもいかない、例えば肩が凝ってる、腰痛がありますよということで、腰痛があって動けませんというご質問に対して私そう言うんですね。何その方、素晴らしい存在ですよと私が感じるだけです。皆さんもそうですね。それ素晴らしい存在っていうのは全てが一つなので、みんなで同じ命意識を生きてる、みんなで同じ知恵と慈しみの生き生きした私たちみんなのこれからの体験を作る働きそのものなんですよね。これ一体感という言葉を使おうかな。それからみんなが素晴らしい存在でっていうのを祝福というんですよね。祝福、これ存在感、要するに存在している全ては素晴らしい。でその中に健康もあれば病気もある、これもあれば楽々と動きますよがある。今私手挙げたけど皆さん手挙げたと思ったでしょ。挙げてないんです。私こっちの手見てほら挙げてない。ただほら挙げたように見えるだけですかね皆さん。だから私は肘を上げない。もう一つこれコツがあるんですよ。話あちこち行っちゃってすいませんね。ここ動かさないんですよ。今もそう。ここ動かさないんですよって言って、ほら動かしてない。手上げる時もこの位置変えてないということかな。でもう一つあるんですね。先ほどのロングサファリングっていうんですけどね、要するに打ち続く苦しみっていうのはね、こういうことになるかな。悲しいことが起きました。悲しいこと、例えば身内の方が亡くなりました。ものすごく悲しい思い出がいっぱいあるんだけど、亡くなられてね、突然に目の前からいなくなる。思い出がいっぱいある方が亡くなったということですね。でまた言われてるので申し上げますとね、動物好きな人は大体動物体のそばで飼ってますね。その時に動物が亡くなる、これもね悲しい。同じように悲しいね、悲しい。でもこの時に私は悲しいんですよ。私の顔見て、ほら悲しそうな顔してますね。で悲しいんだけれどもね、その悲しみを私は上手に転換するかな、調律するということだね。例えば動物にしましょうね。動物が話が簡単だから、
もうね、一生懸命私たちを喜ばせてくれたワンちゃんが年を取っていよいよ足腰立たなくなって、無駄吠えするようになっちゃって、はい亡くなりました。やっぱり悲しいよね。でもね、実は肉体は死という体験を私たちもするけれども、魂は永遠を生きている素晴らしい存在だよ。で今永遠を生きてるって私こんな目つきしたと思う。広がりを感じてるんですね。広がりって空間的な広がりと時間的な広がりが全く同じもの。今とここしかない。ですから私は神様のことを神というと話がややこしいのでね、今と言ってる。で私の祈りご存知ですね。今の働きの通り道、前後に言われる通り道、はい、お役にねで立ってる立ってる立ってるって言ってお役にって言って左右に揺れてる。で立ってる立ってる立ってるってですね。で私たちは時間と空間の中に住んでるので、左右に揺れるったっていろんな揺れ方があるわけ。今こういう具合にこう揺れてますね。あるいはこういう具合に揺れてますね。前後に揺れるもそうですね。今こういう具合に揺れてますね。でも前後でほらこういう前後もあるわけでしょ。こういう前後に揺れてる。前後こっちが前来てこっち後ろ行ってるだけですね。前後に揺れてる。はい、上下に揺れてる。こう普通はこうするんですけども、こうも言えますね。前後に揺れてる。この3つを組み合わせて私は生きてるかな。また話がずれてきましたね。はい、ワンちゃんや猫ちゃんにしますよ。死んでない。いつもそばにいる。呼んだらすぐ来る。これ面白いね。実は話したと思います。生きてても呼んだらうちの黒もうここ来てる。私今黒のことを思ったからもうここ来てる。だから黒と私はここにいながら話ができる。逆のこと言う。黒が具合悪いって言うと直し方すぐ分かる。どこと言って目的はっきりさせてみたらくれたらすぐ直し方すぐ分かる。はい、亡くなられるって言ってると今度はお体がないので黒の場合体がないのでしょっちゅうここにいるかな。でここにいてお話をすると「うん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 」って答えてくれて「あここにいる黒今ここにいるこんなになってるよ」という感じなんですね。だから悲しみを感じなきゃいけないっていうより亡くなるとやっぱり悲しい。でも悲しいのね、悲しまないようにしようとすると悲しみがどんどんいつまでも続いてってなかなか悲しみから解放されない。で悲しんでしまえばいいんですよ。で私はそれを上手に悲しむかな。で耐えられないっていう悲しみをしてるんではない。悲しみを体で解放してるんですね。でその都度解放すればいい。それに今度慣れてくると今のやり方来る。今生きてますよ生きてるんだけど死んでしまってもね来るって呼ぶとここにいる。来世までいるということかな。これも話するとうんと大変なんだけど例えば来世の猫ちゃん知らないんですよ。ただ今でもそうだけれども私は子供の頃に可愛がった猫ちゃんも呼んだらすぐ来るからな。ですからそういった意味で悲しみ亡くなられたりすると悲しいんですよ。うまくいかなかったら残念なんですよ。だから自分の人生もねこれじゃダメだなと思うと大丈夫でいつまでもそうではなくて新しい展開を選択したらどうっていうのが私の言い分なんですね。だからワンちゃん亡くなられた人間の代わりに言ってるんですよ。ワンちゃん亡くなられたとしても
悲しみが来たら悲しんでしまうということですね。そしたらそれでもうおしまい。おしまいって言うと変な言い方なんだけれどね、そのことにこだわらない。もう一言言うとね、そういうことができる自分の永遠を生きてる知恵と慈しみの生き生きした私たちみんなのこれからの体験を作る働きといつも一緒にいる私たちはそれであるとこう感じるということですね。人生はその繰り返しです。また次がありますよ。